今回は2012年から2013年にかけて放送されたアニメガールズ&パンツァーの第3話の再放送を受けて当時の視聴者の反応を紹介していきます。それではどうぞ。2話まではいい感じって感想だったけど、3話はすっげー面白かった。やっぱ戦車動くと楽しいな。動くってだけで面白い。やっぱ面白いわこれ。最初微妙に感じたキャラも可愛く思えてきた。ナチュラルに狂ってるけど、慣れてしまえば心地いいアニメ。回を重ねるごとに面白くなっていってるわ。これで1話に繋がるのかな。やべえ、戦車知らんけど、細かい部分までこだわってるのがわかるから楽しいわ。ちゃんと風呂もあったし。設定がナチュラルにクレイジーすぎて、ついていけるか不安になるわ。にしても生徒会エンディング可愛い。ミニ生徒会可愛すぎる。想像以上にダイナミックな世界だった。もう少し遊びに近いのかと思ってた。橋のところなんか緊張したよ。いつ橋が落ちるかとドキドキした。落ちたら無事じゃ済まないのに、他のチーム撃つのに容赦なさすぎ。おい、本当に安全なんだよな。対戦形式とはいえ、同じ部員を谷底に落とそうとしてたぞ。戦車砲だけじゃなくて、機銃掃射もあるとか、殺す気満々じゃねえか。吊り橋での戦車の描写が、落ちそうでハラハラした。砲塔回す時も、ワイヤーに引っかかると思ったけど、砲身短いからいけるんだな。模擬戦の橋進行は、いまいち理由が見えなかったが、向こう岸に渡ろうとして、トラブったと考えるべきかな。結果挟まれてしまったので、砲塔旋回で撃たれるより先に撃沈して、難を逃れた感じ？やっぱ全然安全に見えない。でもまあ、戦車道だからいいか。公式が説明してる、車内の特殊素材コーティングまでダメージが届いたら、アウトって感じなのかな。しかし、主人公機のケツに砲弾当たってもセーフなのに、他のチームの正面走行が一発アウトなのはどういうこと？正面が一番硬いと思ってたんだが、角度とかじゃね？おそらく狙う場所があるんだと思う。白旗も自動で上がってたし。もちろん、前面が一番硬い。あのあたりは、有効じゃないと判断されただけのことだろう。ところで、最初の模擬戦、暗号チームだけ命中させることができたのはなぜ？他のチームは、照準の合わせ方を知らなかったのか？ 4 号の狙いが正確なのは、ゆかりだからだろう。2話の戦車クラブでのシミュレーターでやってたから、戦車の照準調整の独特の表示も、分かったんだろう。1年生チームの戦車、あの程度のぬかるみで中破するとか大丈夫なの？ぬかるみにはまったらしょうがない。そこでさらに無理やり回したし、泥でスタックして、キャタピラ外れて、エンジンボーンで白旗に笑った。ポンコツすぎるわ。1年生チームの M3D、ひどい扱いだったが、実戦でも弱い典型的な戦車だったしな。まず、前高が高すぎて敵に発見されやすい。これは戦車としては非常に致命的だし、あと砲塔の搭載砲が小さすぎて、ハルダウン、車体隠蔽状態時の火力が小さすぎる。四方は強めだが、搭載位置が悪いため、射撃のためには車体を敵にさらす必要がある。レンドリースされていたソ連の兵士には、走る艦桶扱いされてた、有名戦車だからな。色々と衝撃的だった。てか89式だけ、もろ貫通してたような。戦車はさっぱりわからんが、公式の89式だけ、低い機動性と貧弱な装甲と武装から、後継車両が登場すると、すぐ主力の座を譲ってる。って、紹介文がひどい。中は安全なはずなのに、なんで直撃食らったらドリフみたいにすすだらけになってんの？そういう構造なの？外の空気と共に入ってきてるんじゃね？換気とかしないと酸素不足になりそうだし。デコ戦車で、主人公の抵抗感が薄れるってのは、面白いと思った。戦車の中って、もっと狭いイメージがあったけど、ある程度カスタマイズできる程度には広いんだな。5人乗れるんだし、当然といえば当然だが、ゴールド戦車の照り返しが、すごく綺麗だった。生徒会の金ピカ戦車、太陽光反射で目くらましできそう。それにしても、桃が隠れろとか言っている金色の 38T を、おばあさんが拝んでるのを見たときは、腹がよじれた。地形を利用して隠れる前に、その金色をどうにかしろ。チート揃いの主人公チームよりも、なんだかんだそれについていけてる、他チームの子たちもすごいのかな？ピンク塗装チームなんか、もろに普通の子って感じなんだが。1年生チーム大丈夫かな？走行練習シーンで前の戦車にぶつけてたり、1両だけ遅れてたりしてたけど。そういえば、カエサルがすごく重そうに装填してたな。人物の描写が一人一人細かくて、いいアニメだ。
俺の好きな会長が、すでにマスコット化しつつある。生徒会長は微妙に人を動かすのが上手？つうかお菓子好きキャラじゃなくて、欲しいもキャラだったのか。方針だけ出して、あとはできるやつに任せるって、トップとしてはできる会長だな。作戦会議の会長がよく動いていた。振る舞いも会長らしかったよ。芋を食うだけの人ではなかったのだね。見直した。桃かわいい。ここがお前らの死に場所だ。桃ちゃんと呼ぶな。一気に川島株浮上だわ。桃ちゃん、意外とテンション高い人だった。回が進むほどに桃が可愛く見えて、目が離せなくなってきて困る。私の作戦に、って言い出した時は、どうしようかと思った。しかし片メガネ広報、本性出たら全然クールじゃないな。なんか中の人がダダ漏れてる感じだ。桃ちゃんに、メガネのもう半分を買ってあげたい。まこちゃんも可愛かった。なんだかんだ、レイゼイちゃんが可愛い。レイゼイさん、単位で動くとかギャップもええ。はぁ、沙織も可愛いけどマコもいいわ。怠惰な天才であり、おばあちゃんのことを、おばあと呼ぶ、平屋に住むおばあちゃんっ子という設定に、やられてしまった。ゆかりは初めてだったのに、報酬増すぎだろ。イメージトレーニングとかしてそうだが。そういえばゆかりは、戦車のシミュレーションゲームみたいなのやってたな。それで報酬としての腕が、他より一つ抜けたんじゃないか？ゆかりちゃん、報酬の腕すげえと思ったわ。本当に装填手でいいのかね？あれ？戦車オタの子、装填手になったんだっけ？あいつ砲撃手でいいだろ。初戦で産業撃破とか、明らかに適性あるのに。不測の事態に備えてのプラス一人でもあるので、装填手は、ある程度何でもできる人がやると便利。ゆかりが素晴らしいラッパを吹いていたのに、評価されてないだと？沙織ちゃん派だったのに、3話見たら、ゆかりちゃんが可愛く思えてきた。花ちゃんはエロいな。砲撃で興奮する花ちゃん、エロいなと思いました。花さんは S なのか、M なのか、一体。戦車魔改造のシーン見直したら、花が菓子を持ち込んでいた。戦車の中でも食べる気なのね、あの子。沙織と花、持ち込みすぎだろ。特に花のところのお菓子。一人だけクッション使わないゆかりとか、キャラ出てるけどさ。主人公たちが暗号チームってことは、試合で負けて、暗号踊りをするんだろうな。暗号踊りが早く見たい。暗号踊りで検索しても、なぜかフラダンスしか出ない。暗号踊りって実際どんな踊り？今、監督が振り付け考えてる最中。水島監督が作る体操や踊りは、ことごとくマジ吉。早朝に新聞ラッパ、戦車持ち出した上に、四方ぶっ放して、すみません、空砲です。ってとこにクソワロタ。で、それが大迷惑じゃなくて、現実でいうところの、運動会前の花火程度の感じで済まされる世界観。その適当っぷりがいいな。早朝の住宅街で、目覚まし代わりに空砲をぶっ放すのも来てるが、近所のばあちゃんが、あら4号、とか言ってるこの街は何なんだよ。住民受け入れすぎだろ。と思ったけど、そういえば空母の上だから、住民もそういう関係者ばっかりなんだな。戦車で、サンクスの自動ドアが開いたシーン、不意打ちで大爆笑したわ。初めて、大笑いらしい金景が出た気がする。大笑いの街自体はあるんだな。じゃあ、空母に住んでんのは、地面の方にも普通に人が住んでるんだな。空母ってのはコロニーみたいなもんなのか。大笑いのですらでかい言ってたのに、さらにでかい母艦出てきて、変な笑いが出た。イギリス空母？でかすぎだろ。感情でお茶栽培してんだろ。きっと。相手の戦車、でかくね？もう見ただけで、敵の戦車の方が大きくて強くて硬そうでした。あれは加点。世界観の見せ方がうまいね。1話の空母から始まって、だんだんとスケールがでかくなってるように見せてる。このまま行くと、アメリカの空母とか、えらい大きさになってそうだな。つうか、大笑いよりでかい学園館、まだまだありそうだ。もう突っ込まず、どれだけでかいのが出てくるか楽しみだ。多分、大笑いが一番ちっこいんだろうな。堅実だし。さて、次回はこっちの手法と相手の総高圧的に、ほぼ積んでる相手のわけだが、どう戦うのやら。まさかなぜかチャーチルの走行を、普通に貫通とかないよね。前線したが、負けてチームの結束を高める方向になっていくんかな？さすがにいきなり準優勝校に勝ったらまずいだろ。ただ、優秀な指揮官、西住殿の存在には気づかれるだろうし、あの西住みたいに驚かれるかも。全力で相手するって言ってたし、勝っちゃったらイージーモードすぎるね。強豪相手に、
サラブレッドの主人公が、素人引き連れて知略で挑むって、ベタだけどたぎるシチュエーションだな。負けて主人公が悔しさから成長する展開も悪くないが、こういうのはカタルシスあれば、ある程度ご都合でもいいよ。戦車をスポーツの道具として考えたことなんかないから、なんかすごく新鮮な感じがする。一匹の狼に率いられた100匹の羊は、一匹の羊に率いられた100匹の狼に勝る。美穂が凄まじい力を見せつける展開に期待するわ。それ、普通に狼100匹が勝つだろ。なんか、上陸前の車に混ざって待ってる場面がすごく好き。海水浴とか行く途中のワプテカ感を感じる。今回は何気にいいシーンが多かったよね。改造戦車を見て、戦車への視点が少し変わって見えて笑う美穂とか、マコさん乗せて戦車で街を走るシーンとか、街の人の反応が温かくてよかったよ。なかなかいい世界観だね。しかしこれ、1クールじゃなんかもったいないな。特に今回の照準の合わせ方とか、練習風景が非常に面白いから、もっとじっくり描いてほしいのに。なぜか戦車が動いてるだけで、ワクワクするんだよな。別にミリオタでも戦車好きでもないのに。不思議な感覚。お前らが異次元の言語を話している。戦車のことなんか何もわからないが、みんながみんなをフォローしている世界観は、とても素敵よ。ご視聴ありがとうございました。良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。